皆さん、こんにちは。大阪の堺で小児科を開業している佐藤です。よろしくお願いします。アトピーの相談に来られた方に説明している内容を皆さんにも聞いていただきたく、このシリーズを作っています。佐藤光子のステロイドのその8です。赤ちゃん、子供のアトピーを治すコツで、これが大事だということをお話してきました。今日は食べるその母乳とミルクの続きになります。離乳食をしっかり食べるようになるまで、重症の場合はミルクの方が安全です。体重身長が成長曲線内にあり、順調に増えているかが赤ちゃんの治療のポイントです。アトピーが良くなり、きちんと大きくなる。この2つが目標になります。で、厚労省の調査を見ています。で、これは1985年から10年ごとに厚労省が1985年は6567人、95年は3724人、2005年には2539人、2015年1235人の母親を集めて、でそれのアンケート結果です。で、これを見ていますと、生後3ヶ月の栄養方法ですね。で、1985年から、10年、20年、30年経つと、母乳が54%に増えています。で、混合が、ちょっと増えたり減ったりですね。で、ミルクは1985年には 28.5% でしたが、2015年には 10.2% に非常に減りました。でも、ここで言えることは、45% の赤ちゃんがミルクを飲んでるということです。で、日本で年間100万人、この前100万人切りましたが、赤ちゃんが生まれてるんですが、45万人の赤ちゃんがミルクを飲んでるということですね。もしミルクに問題があれば、45万人の赤ちゃんたちに何か非常に不具合が起こるということになりますが、そういう事実はありません。でもこだわるご両親がいます。こだわりを捨てることができるでしょうか？赤ちゃんがすくすく大きくなると、アトピーも良くなってきます。赤ちゃんが健やかに大きくなるために、ミルクが必要になる事態もあります。こだわりを捨てることができずに、ステロイドを使わないといけない事態になった時に、後悔しないでしょうか？母乳の免疫力で治したいと言われる母親が、キラキラ星に来られました。確かに黄色い初乳にはたくさんの免疫タンパクとか免疫細胞が含まれていますが、1ヶ月を過ぎると白い母乳になって、それは免疫力は下がってしまいます。しかも免疫力でアトピーが治ったという事実はありません。母乳を飲ませたいという母親の自然な感情もあります。その際には、申し訳ないけれどミルクにしてほしいと母親にお願いしています。私は母乳ミルクにかかわらず愛情を持ってあげればいいのではないかと考えています。中には母乳をあげたくってもあげることができないというお母さんも中にはいらっしゃいます。で、こういうことがありました。母乳育児を推進するマッサージの先生から9ヶ月から10ヶ月の赤ちゃんに2時間ごと授乳を勧められた方もいらっしゃったんですね。夜もです。子供にとっての必要な栄養をどう捉えておられるのかなというふうに思いました。また、牛乳はダメだという考え方の母親もいました。ステロイドやめて、もうズルズルで、めちゃめちゃ超重症の赤ちゃんがいました。ミルクは1日2回飲ませていたんですね。それでもズルズルが止まらなかったので、母乳をやめて全面的にミルクにするように言っても、それ以上飲ませなかったのは、牛乳はダメだという考えの母親だったからだということが、かなり後で分かりました。結局、母乳中心で体重が減ってしまって、阪南治療病院に入院してしまいました。入院すると、もちろん母乳をやめて、ミルクにして、離乳食を食べて、ステロイドを塗らずに見てもらえたんですが、で、1歳過ぎで体重が伸び悩んだ時、
食事内容を聞くと牛乳がありませんでした。その時母親は、やっとやめることができたと言われたんです。この時点で、あ、そうだったんだと分かりました。他の病院なら児童相談所に通報されます。虐待と言われてしまうので、ステロイドを塗らない治療は不可能なんです。もし最初からミルクにしていたら、入院はなかった可能性があります。この母親は入院の原因が自分のこだわりのせいだということが分かっていませんでした。母乳の方が大事ですか？重症なアトピーに子供にとっては、母乳にこだわると命に関わることにもなりかねません。入院した病院は児童相談所に通報し、中には親から引き離された方もいらっしゃいます。引き離されなくてもステロイドで治療されます。母乳もやめ、アレルギー用のミルクにされてしまうこともあります。ステロイドを使わず治療できる病院はほぼありません。あなたはそれでも良かったと思いますか？こだわりを捨ててください。重症の場合はミルクにしてください。何が優先順位かをよく考えてください。ステロイドを使わずアトピーを治したいと思ってますか？ステロイドを使ってもミルクは飲ませたくないと思ってるんでしょうか？どちらが子供のためになるでしょうか？以上です。ありがとうございます。